やばくないこれ。もう後半に行けば行くほどどんどん曲の世界観に没頭していってしまう感じありますよね。大野くんの歌声にものすごく引き込まれていくというか。ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、嵐大野聡2、こちらのオーディオを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ嵐の楽曲の歌声分析動画のリクエストたくさんいただいた中で、大野くんの歌声もですね分析してほしいっていうことでたくさんリクエストいただいておりました。その中からですね、今回は2の方を選ばさせていただきます。そして動画の最後にですね、以前お話しした嵐歌声進化分析動画の方、詳細の方をですね少しお話ししていますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、大野聡2歌声分析 GO！ うわ最高ですね。ジャンル的には R&B になるのかな。めちゃくちゃかっこいい。で、個人的に車窓に重なるのここの音を伸ばすポイントの声がですね、ものすごく好きですね。で、大野くんどういう声の出し方をしてるかっていうと、歌では代表的な声を響かせる3つのポイントがあります。声の太さや力強さをコントロールする肺の中の胸腔共鳴、そして言葉の輪郭をクリアにしたり、声に喜怒哀楽の感情を乗せることのできる口の中の口腔共鳴、そして声に艶をプラスしたり高音域を出す時に大事になってくる鼻の中の鼻腔共鳴、この3つの共鳴ポイントの響きをどのぐらいの割合でブレンドするかによって歌声のおおよそは決まってきます。大野くんはですね、この3つの共鳴ポイントの音色をまんべんなく使っているんですけど、やや鼻の音色が強い、こんな感じの歌声ですね。もう一回聞いてみましょう。で、後半はですね、スタッカートって言われる音を切るテクニックを使ってグッグッとこうブレーキが効いてるような雰囲気を表現してますよね。これがまたかっこいいんですよ。で、最初に言った音を伸ばすところの声、ここのポイントだけ先ほど説明した声の出し方と違うことをやってるんですよね。何をやったかっていうと、少しだけ喉の奥の空間をですねぐっと広げたんですよ。あくびの時の喉の状態を少しだけ足して歌っているというか、そうすることによって口の中の音色がですね胸腔にまで伝わってくるので、声質が太くなるんですよね。あの声の変化、僕ものすごく好きですね。で、ここは先ほどよりも全体的に声質が明るくなりましたよね。これどうやってるかっていうと、鼻の中の音色をもっと増やした感じになってます。音域が少し上がったので、鼻の中に声を多めに入れることによって高い声出しやすいようなコンディションを作ったんじゃないかなっていうふうに思います。プラス顔の表情ですね。ここからは僕の推測なんですけど、口角をですねクッとこう上げた状態でレコーディングしたんじゃないかなっていうふうに推測します。口角を上げるとこう声質自然と明るくなるじゃないですか。顔の表情っていうのは声にものすごく影響を与えるんですよね。笑顔で歌うと明るい声質になりますし、無表情で歌うと暗いとか悲しい声になりますし。もう一回聞いてみましょう。はできないで、最後こうフェードアウトしていくような歌い方がめちゃくちゃ心に染みますよね。ここで少しだけ声に息の音を混ぜてるんですよ。これウィスパーボイスっていうテクニックです。ため息をしながら歌うような感じかな。じわ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 と感情がこもっていくかのような表現力がめちゃくちゃ素晴らしいですね。おそらくレコーディングの時は声量を徐々に上げていくような歌い方をしたんじゃないかなっていうふうに推測します。ただ音源化される時にですね、コンプレッサーって言われる処理がされるんですよ。
これ何かっていうと、音量の大小を均一化させる処理です。なので音源を聞いた時には声量の大きいポイントと小さいポイントっていうのは非常に分かりにくいような状態になってしまうんですけど、声のパワー感は残るんですよね。そこから推測しました。で、今大野くんの声の特徴に気づいたんですけれども、音域が高くなればなるほど鼻に声を多く入れていくっていう歌い方をしてますね。だから低音域はものすごく男らしくてかっこいい歌声なんだけど、高音域はものすごくキラキラしたような美しい音色になるっていう、音域によって声の個性が変わるっていうものすごいボーカリストですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、徐々に声が力強くなっていって、それとともに声がキラキラしてきましたよね。これ先ほど説明した通りのことを大野くんやってるんだと思います。素晴らしい。で、最後のちりめんビブラート、これがものすごく力強いですよね。ちりめんビブラートって何かっていうと、小刻みにうーって揺れるビブラート。この揺れがですね、一般的なちりめんビブラートと比べると大きいんですよ、大野くんの場合。だからものすごくパワー感を感じるビブラートでめちゃくちゃかっこいいですよね。あ、いい。うわほーのここの裏声にひっくり返した声がめちゃくちゃ切ない感じがしてグッときますね。で、今のポイント、先ほど言ったちりめんビブラート使ってましたよね。裏声にひっくり返した切ないポイントとちりめんビブラート、注目してもう一回聞いてみましょう。僕だけの君にしたくていいね。ところどころに入ってるちりめんビブラートがやっぱりかっこいいですよね。もう感情大爆発っていう感じも先が楽しみですね。あ、ここは前半はオクターブって言われるメインメロディーに対して1オクターブ上のパートと1オクターブ下のパート、そしてメインメロディー、この3パートで構成されてますよね。オクターブっていうのは何かっていうと、ドレミファソラシドの下のドと上のドの音関係です。この場合で言うと同じメロディーなんだけど高いパートと低いパートがいる、こんな感じですね。で、そのオクターブパートを歌っている声がですね、ものすごく遠いところにいるんですよね。小さい音量っていうか。だからよく聞かないとっていうか、よく聞いてもあまりピンとこないかもしれないんですけど、この透き通った感じはオクターブなんじゃないかなっていうふうに思います。この声は全部大野くんが歌ってんのかな？なんか大野くんのことだから、そのぐらいやってそうな感じがありますけどね。で、その後に続く力強い大野くんの歌声がですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。で、ここでもスタッカートを忘れていないんですよね。全部切るような感じで歌ってます。もう一回聞いてみましょう。いいね。オクターブパートでぐっとこうね、世界観が広がったっていう感じできて、その後の大野くんのソロになった瞬間にぐっとその世界がね、一つにまとまったみたいな雰囲気ありますよね。素晴らしいです。いいね。あ、こっからサビね。てか大野くんが歌っているバックでのコーラスもまた美しいんですよね。もう一回聞いてみましょうか。いいね。返したくないからなんて言われたら大野くん推しの皆さんもキュンキュンしちゃいますよね。かっこいいなあ。こっからサビか。楽しみですね。で、ここでリズムがゆったりした感じになってますよね。これ、ハーフテンポって言って、今までのテンポを1だとすると、サビのテンポがですね、0.5 になってるんですよね。サビでハーフテンポを使う楽曲って僕は初めて出会ったかもしれないです。大体ね、C メロとかでハーフテンポの展開になってくるっていうことが多いと思うんですけど、サビのハーフテンポもいいですね。ものすごく雰囲気をたっぷりと堪能できるっていうか。
そこに大野くんの情熱的な歌声でしょ。これはね、たまらない。もう一回聞いてみましょう。もう少しだけでいい、何も言わず for me。で、ここで一気にぐっと音域が上がったにもかかわらず、大野くんの声質がですね、中音域を歌っていた時と変わらないんですよね。これすごいことで、声の性質上、音域が上がれば上がるほど、声質は細くなっていくっていうのが一般的なんですよね。で、音域が下がれば下がるほど声は太くなる。こういう性質があるんですけど、先ほど言ったように大野くんの声は高音域でも声が細くなっていない。これどういうことかっていうと、高音域を出すために鼻に多く声を入れているんですけれども、声の支えをですね、胸腔共鳴にしてるんですよね。声の出発地点のイメージを胸にしてるというか、そうすることによって高い音域なんですけど、胸腔共鳴の音色がですね、歌声にプラスされるんですよ。で、最初に言ったんですけど、胸腔共鳴っていうのは声の太さのコントロールもできるポイントなので、高い声でもしっかりとした歌声の太さをキープしているっていうところにつながっています。これも散々言ってるやっぱり大野くんの歌の基礎力のレベルの高さがないと、この声の出し方はできないんですよね。詳しくはこちらの動画で解説してますので、ぜひ見てみてください。うわっすごいね。まず出だしね。その手前までは結構低い音域を歌っていたにもかかわらず、急にぐっと音域が上がったじゃないですか。この音幅をですね、歌いこなすっていうのがすごすぎるんですよ。やっぱり音幅があればあるほど音程を取る難易度も爆発的に上がりますし、歌声の安定感もですね、下がりやすいんですけど、でもそんなの何のそのっていう感じですよね。もうこの自由に歌ってる感じがですね、かっこいいんですけど、やってることは超ハイクオリティっていうね。いろんな人に知ってほしいですね。さらっと歌ってる感じに聞こえるかもしれないけど、めちゃくちゃ難しいこと歌ってんだよっていうのを。で、最後のカラーのところとかめちゃくちゃ高いじゃないですか。ここはですね、地声と裏声の中間の声、ミックスボイスっていう、これまた難しい声使ってますね。地声の声の太さをキープしたまま出してる感覚を裏声にするっていう超絶難しいテクニック。で、ミックスボイスもまあいろんな出し方があるんですけど、大野くんの今の場合はですね、胸腔共鳴の音色をめちゃくちゃ使ったミックスボイスなんですよ。だから、声の主成分は裏声なんですけど、ものすごく力強いパワーのある声ですよね。これがすごいですね。ここまでパワーのあるミックスボイスを使えるボーカリスト、日本に何人いるんだろうっていうぐらいレアな歌声だと思います。あのね、音域幅がすごすぎますね。いや、これ相当難しいな。カラオケで歌ったことある方います？多分ね、うまく歌えないと思う、これは。大野くんのように歌いたいと思って歌う方が多いと思うんですけど、その前に音程を完璧に捉えるのがね、まず難しい。で、そこからいろんなテクニックを駆使した大野くんの歌声をトレースするってなると、もう並大抵の努力じゃ多分ね、歌えないかな。いやー、恐ろしいですね。もう一回聞いてみましょう。すごいね。しかもこの I need you のところは口をものすごく大きく開いて歌ってるんですよ。だからこそ出るパワー感っていうところもあるんですけど、口を大きく開けて歌うっていうことは、言葉の発音のしやすさで言ったら、やりにくいっていうところに該当するんですよね。やっぱり大きく開けると次の言葉を発音するまでのタイムラグが生まれてしまうんですよ。ただ声としては口を大きく開いた方が良しとされているので、本来だったらどっちを取るかって話になるんですけど、大野くんはどっちも取ってますよね。これがすごい。ナイスロングトーン。すごいね。あれだけ音程がこんなフレーズを歌って、あれだけ声量をいっぱい使ったフレーズが続いた後でのこのロングトーン。
やっぱり呼吸コントロールがずば抜けてますよね。全部を全部息の量を全力で使うってなると絶対に最後のロングトーンは歌えないんですよ。だから少ない息の量で大きな声量を出す発声法っていうのを身につけてるんですね、大野くん。それはどういうことかっていうと、一番最初に言った3つの共鳴ポイントをまんべんなく響かせるっていうことですね。音量っていうのは音の振動の増幅なので、息の量をいっぱい使うことでももちろん大きい音量っていうのは出せるんですけど、それとは別にですね、体の中の空間をうまく効率よく響かせてあげることによって大きい声量っていうのを作ることができます。大野くんはなんか両方できる感じですよね。体をまんべんなく響かせる声量の出し方も使えるし、息をいっぱい使った大きい声量の出し方も使えるし、みたいな。いやー、素晴らしいね。まさに天才ですね。もう一回聞いてみましょう。すごい。夜でもからですもんね。うわー、やばいね。で、声がまっすぐスーッと伸びてるじゃないですか。これしっかりと声を腹筋と背筋で支えれている証拠なんですよ。体の使い方としては腹筋と背筋で体の中心に向かってグッと挟み込むような体の使い方になるんですよね。この反動でですね、息を上に押し上げるみたいな。で、ロングトーンを出してる時はぐーっと挟み込んで少しずつ息を口の方に送っていってあげるみたいな声の出し方になるんですけど、そこがもう完璧なんですね。いいね。いい。最初の歌声を聞いた時に泣きそうになりました。なんか泣きのフレーズっていう感じですよね。で、後半はですね、ものすごくリズムを意識したような歌い方をしてますよね。全体的にスタッカートで音も切ってるし、子音もですね、全体的に強くしている。もうこの躍動感っていうかバウンド感がすごいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、急に黙り込む君のところのこうグーングーンっていうこのノリがすごいじゃないですか。いやー、リズムテクニックも完璧ですよね。なんかね、言うことないかもしれない。すごすぎて。ういー。このちょいちょい入ってくるフェイクがですね、ものすごく素敵ですね。フェイクって、あーとかこういうやつ、細かいフレージングっていうかね。僕ものすごく R&B にハマっていた時期があって、やっぱりね、今の大野くんの歌い方がですね、実はツボなんですよね。もう一回聞いてみましょう。いい。大野くんのこのきらびやかな少年のようなハイトーンでこのフェイクを歌われたらもうね、うっとりしちゃうんじゃないですか、皆さん。ものすごく素敵ですね。で、今の音域が下がったところは声がものすごく太くなって男らしいような雰囲気だったし、高音域は高音域で先ほども言ったように少年のような綺麗な歌声だし、そういった歌声の二面性がある楽曲かなっていうふうに思います。二人のキャラクターがいるっていうかね。それで To っていう曲のタイトルを表現してるのかもしれないですよね。うん。君だけがのここがかっこいいですよね。ここは今何のテクニックを使ってるのかちょっと悩んでるんですけど、僕の中で該当するのが2つあって、エッジボイスって言われる君だけがこのザラザラって音を入れるテクニックか、それともビリビリって音を一瞬入れるか、君だけがみたいな、僕はあまりうまくないんですけど、これをシャウトボイスって言うんですよね。いずれにしろザラザラとした音色が入っていることには間違いはないんですけど、これがめちゃくちゃかっこいいし、色気たっぷりですよね。ちなみに体の使い方としてはですね、ここに仮声帯って言われるところがあります。咳払いをするときに動く器官です。これですね。
このビリビリっていう音を声を出しながら使うのがシャウトボイス。声を出さずにビリビリした音だけを出すのがエッジボイスです。2つとも使う場所はですね、一緒なんですよね。仮声帯。もう一回聞いてみましょう。うほーのところまた来たね。このね、裏声にひっくり返す感じがね。2回目聞いたら、さっきのポイント、シャウトボイスっぽいですね。だけがみたいな感じになってましたもんね。いや、高等テクニックのオンパレードですよね。やばすぎる。あ、いいね。うん。ここはね、なんかゴスペルを感じるんですよね。特に前半のオクターブのポイントね。大野くんのメインボーカルはいるんですけど、ものすごく後ろにゴスペル隊がいてオクターブで歌ってるような雰囲気あると思うんですよ。もう一回聞いてみましょう。いいね。振り向いてで、ここでね、また喉の奥を広げた声使ってますよね。久保田利伸さんみたい。日本の代表する R&B ボーカリストですよね。大野くん、久保田利伸さんに憧れてたりするのかな？ぜひその辺詳しい方、コメントで教えてください。いいね。また来ましたよ。話したくないからだって。嬉しいでしょ？大野くんに話したくないからとか言われたら。いや、すごいね。歌詞を歌う大野くんの歌声の説得力がやばいような気がするんですよね。だからキュンキュンフレーズが来た時の歌声からのこの感情の伝わり方がえぐいなと思って。歌のうまさで言ったら確かに日本でトップだと思うんですよね。ただ僕はそれ以上に歌詞が持つ世界観だったり歌声に乗せた感情を伝えるボーカリストとしても日本でトップレベルだと思うんですよ。僕は後者の方がすごいなっていうふうに思って、だから今こんなに熱く語ってるわけですけど、いや分析すればするほど凄さがですね実感できて僕は嬉しいですね。いいよね。このサビのグッて盛り上げて、で後半に向かうにつれてスーッとこう締めていくようなこの大きな波っていうか、ここにですねさらに引き込まれていくような気がするんですよね。だから先ほど言ったここの部分ゴスペルみたいって言ったところあったと思うんですけど、大野くん自身も表現方法としてはゴスペルに近いような歌い方を意識してレコーディングしたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。この声量の大小、これ専門用語でダイナミクスっていうんですけど、ここをものすごく大きい差をつけて歌っているというか、サビのポイントがですね一番それが分かりやすいかも。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。デスティニーのあたりでものすごくシュッとしてるんですよ。でもここって同じフレーズが2回続いてるじゃないですか。2回ともこうスースーじゃなくて、1回目はですね、そこまでこう盛り下げていないんですよね。で、2回目の入りでちょっと盛り上げてスーみたいな。こういった波です。いやー、この表現やばいですね。この抱きしめられたらのところのフレーズの雰囲気めちゃくちゃ切ないですよね。で、切ないポイントで声量というか声のパワーを上げていく。これどういう感情表現になるかっていうと、いても立ってもいられないような感情、要は強い感情ですよね。ここにグッときますね。もう一回聞いてみましょう。くるよ。ほら、やばくないこれ。もう後半に行けば行くほどどんどん曲の世界観に没頭していってしまう感じありますよね。大野くんの歌声にものすごく引き込まれていくというか。いやー、やばいね。
I love you のところで一歩引いたような感じ。この前後を使った距離感ね。で、ここで僕が想像してしまうのは、力強い歌声なんだけど、一歩下がったような雰囲気がするっていうことは、愛してるって言っているんだけど、心のどこかで自信のなさがあるみたいな、なんかそんな感じなのかなって思っちゃうんですよね。もう一回聞いてみましょうか。心の底からあなたのことが大好きなんですよっていう気持ちを全開でいくんだったら、その一個手前の声量とか声のパワー感と同じぐらいの感情が歌声に乗っていてもおかしくないと思うんですけど、でも一歩引いている。ここに何か意味を感じますね、僕は。今夜は永遠の時を願うよ。今夜はっていうところがすごく気になるんですけど、これは何回もやっぱり歌詞を読まないと曲のストーリー性が理解できないと思うので、今歌詞の世界をね考察するのは難しいんですけど、今の言葉だけを聞いたらなんか叶わない恋愛なのかなとかね、そういうふうに思っちゃうんですけど、そうなるとさっきの I love you が一歩引いてるっていうところも僕の中では辻褄が合うというか、なんかこういうふうに考察していくと楽しいですね。歌声分析とは違う内容になりそうな感じになってますけど。いい切ない歌い方ですね。で、ここでは大野くん顔の表情をですね無表情で歌ってると思うんですよね。声の雰囲気が全体的に悲しいというか。で、バックに入っているコーラスがですね、また切ない雰囲気を増幅させているような感じになってるじゃないですか。ここがたまらないですよね。もう一回聞いてみましょう。いい。いやー、感動しちゃいますね。やっぱりこの表現力って演技の経験も生きていると思うんですよね。言葉をどういう風にファンの皆さんに伝えるかっていう。歌だけやっている人の最終的な壁ってやっぱり感情表現なんですよね。いい声とか難しいテクニックっていうのはものすごくあるんだけど、歌を聴いて伝わってこないっていう方ものすごくいっぱいいるんですよ。これがね、やっぱ言葉を伝える難しさってあると思うんですよ。ただ大野くんは両方ものすごいので、もうね一回聞いたら絶対大野くんの歌声好きになっちゃうと思うし、絶対感動しちゃうと思うんですよね。いやほんとすごい。わ、いい。ハモリが来た。わあ、いいね。なんか次に何か来そうだなって思って今ね思わず止めてしまったんですけど、このハモリかっこいいね。さあ僕の予想は当たっているんでしょうか。なんかすごいことが次起きそう。やばいね。このロングトーンやばいね。で最後はこうフォールで終わるっていうこのワイルドな感じたまらないですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。いやーすごいね。ここの部分ものすごいロングトーンじゃないですか。これ話題になったんじゃないですか。ロングトーンやべえぞ大野くんつって。いやーすごいね。ライブとかだったらもう大野くんの歌声が鳴り響いて本当に感動しちゃうんでしょうね。かっこいい。サビの入り完璧ですね。いやーめちゃくちゃかっこいいなやっぱりねサビのこの情熱的に歌ってる大野くんの声がですねものすごく感動しちゃいますよね。いやー最高すぎますね。今の I need you のところは先ほどの I love you よりも前に声が来てるんですよ。だから僕の考察もあながち間違ってないんじゃないかなっていうふうに思って今、あなたが必要って
っていう言葉はものすごく前で力強く歌ってるけど I love you の愛しているっていう言葉は自信を持って伝えれないとか、なんかそういった意味合いがあってのこの声の距離感なんじゃないかなっていうふうにね、僕は考察するんですけど、見当外れなことを言ってたらごめんなさい。やっぱり今回はですね、3つのポイントのロングトーンがものすごいですね。どこまで声が伸びるんだろうっていう風に思って耳がぐいぐい引きつけられちゃいますよね。で、今のところでカットアウトで終わるっていう最高にかっこいい終わり方。以上、嵐大野聡歌声分析はここで終了です。いやー、最高でしたね。もう大野くんのソロの歌声ということでですね、たっぷりと今回分析していったわけですけれども、いや、さすがナンバーワンボーカリストですね。歌の基礎力もすごすぎるし、テクニックもすごい、表現力もすごい、もう全て揃ったボーカリスト、それが大野くんなのではないでしょうか。もう終始圧倒されちゃいましたね、僕は。今回歌声分析ができてよかったです。それと近日中にですね、以前から嵐の歌声分析動画の時に言っていたデビューから現在までの歌声進化分析動画の方、こちら大野くんの動画をですね、一番最初に公開したいと思います。近日中公開なので、ぜひ公開されたら見ていただけたらなというふうに思います。ようやく準備が整いましたので、楽しみにしていてください。これからも嵐全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、そしてハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。